皆様こんにちは、セリナです。今回はたくさんのリクエストをいただきました3月17日にリニューアルをして話題になっているディオールのフォーエバースキンコレクトコンシーラーと、昨年の9月の発売以降話題のアディクションのスキンリフレクトフィックスコンシーラー、そして2月に発売されたジバンシーのプリズムリーベルスキンケアリングコンシーラーと、同じく2月発売のシャネルフブランコンシーラーを比較していきたいと思います。新作のコンシーラーはどれもかなり進化していて、コンシーラー特有の厚ぼったさやパサつきが全然なくて、どれもすごく使いやすいので、どれを選んだらいいか迷われている方も多いんじゃないかなと思います。今回は赤みやニキビ跡など気になる部分のカバーと目の下などの広範囲に塗って、それぞれの塗り心地や伸びの良さ、カバー力、ツヤ仕上がりかマット仕上がりかなどの仕上がりの質感、そして色味についてを比較していきますので、少しでもコンシーラー選びの参考になれば嬉しいです。そしてそれぞれのアイテムの詳細動画はコメント欄のトップと概要欄にリンクを貼ってありますので、もっと詳しく知りたいという方は詳細動画もぜひチェックしてみてください。それでは早速始めていきます。それでは早速半眼ずつにコンシーラーを塗ってそれぞれ比較していきたいと思います。今回はコンシーラー自体のカバー力も見ていきたいので、ベースはこちらのディオールスキンフォーエバーグローベールという少しピンクトーンがついていて自然なツヤ肌に仕上がるタイプの下地を塗っている状態です。この上に赤みやニキビ跡などの気になる部分のカバーとクマやツヤ出しとして目の下の広範囲に塗ってみて、それぞれの塗り心地や伸びの良さ、カバー力、ツヤが出るタイプかマットタイプかなどの仕上がりのイメージ、そして色味についてご紹介していきたいと思います。それではこちら側半分に今回のメインであるディオールのディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーを使っていきます。まずこの辺りにあるニキビ跡のカバーに使ってみたいと思います。指に取ったコンシーラーを軽くのせて、こんな感じでトントンと周りをぼかしていきます。こちらのコンシーラーはリニューアル前からかなりカバー力が高いタイプでしたが、リニューアル後もこんな感じで軽くのせるだけでもちゃんとニキビ跡などの赤みをしっかりとカバーしてくれます。カバー力の高いコンシーラーをお探しの方にとてもおすすめです。はい、まずディオール気になるニキビ跡の部分のカバーとして使ってみました。ファンデーションを塗っていなくて下地とコンシーラーのみで仕上げている状態ですが、このディオールのコンシーラーのカバー力の高さがよくわかりますよね。そしてカバー力が高いだけでなく、コンシーラーをぼかした境目も全然気にならないほど自然で、コンシーラーを塗っている感はないけれどしっかりとカバーしてくれるというところが大きな特徴です。続いて目の下の広範囲に塗ってみたいと思います。目の下に塗るときもカバー力が高いタイプなので、こんな感じで一度手に出して置いた後伸ばしていきます。とてもカバー力は高いですが、しっとりと伸びの良いテクスチャーなので、クリーミーである程度の重さもあるタイプですが、自然に肌に溶け込んでくれます。はい、こちら側半分にディオールのスキンコレクトコンシーラーを気になる部分のカバーと目の下の広範囲に塗ってみました。下地のみの方と比較すると、こちらのコンシーラーのカバー力の高さがとてもわかりやすいと思います。しっとりとしていて少し重さもあるタイプのクリームテクスチャーですが、肌に自然に溶け込むような質感なので、近くで見てもこんな感じで目の下の広範囲に塗った部分も全然厚みがなく、下地から浮いてしまうこともなく、かなり綺麗にでもしっかりとカバーをしてくれます。仕上がりはツヤすぎずマットすぎずな程よいツヤ仕上がりという感じなので、ファンデーションの仕上がりにも影響がなく使いやすいタイプです。カラーは標準色の 2N というカラーを使用していて、ディオールのフォーエバーシリーズのファンデーションとだいたい同じくらいの色出しでした。明るさが出てトーンアップというタイプよりも
ファンデーション代わりとしても使えるというようなイメージに近いコンシーラーです。では反対側にはこちら、昨年の9月の発売以降かなり人気になっているアディクションのスキンリフレクトフィックスコンシーラーを塗っていきます。まずはこの辺りにあるニキビ跡をカバーしていきます。こちらのコンシーラーは個人的にもかなりお気に入りで、メイクする際に使用することもとても多いアイテムです。反対側に塗ったディオールと同様、アディクションもこんな感じでしっかりと赤みやニキビ跡をカバーしてくれるハイカバーなタイプのコンシーラーです。こちらのコンシーラーは軽いですが肌にピタッと密着してくれるタイプなので、少量できちんとカバーしてくれるというところもポイントです。はい、こちら側アディクションのコンシーラーを使って気になるニキビ跡の部分をカバーしてみました。反対側に塗ったディオールのコンシーラーもかなりカバー力が高いタイプでしたが、アディクションの方がより少量でカバーする感じがするので、どちらもとてもハイカバーですが、アディクションの方がさらにカバー力が高く感じます。そしてアディクションも軽くてピタッと肌に密着するタイプなので、こんな感じでかなりハイカバーなのにコンシーラーを塗った境目が目立たないところがすごく綺麗ですよね。続いて目の下の広範囲に塗っていきますが、少量でもカバー力が高く肌にピタッと密着する感じなので、広範囲に使用するときはこんな感じのコンシーラーブラシを使うのがおすすめです。今回はこちらベアミネラルのマックスカバーコンシーラーブラシを使用していきます。ただブラシを使っていけばこんな感じで、コンシーラー自体の質感は軽くてみずみずしさもあるので、ブラシでささっと軽く伸ばしていけば目の下も全然問題なく使うことができます。ただカバー力が高い分塗りすぎには注意なので、ブラシで薄くつけていくのがポイントです。はい、こちら側にはアディクションのコンシーラーを使って気になる部分のカバーと目の下の広範囲に塗ってみました。アディクションの特徴としては、少量でもとにかくカバー力が高いのに、ディオールと比較してもコンシーラーを塗った感が全然ないくらい自然で、まさにブランドからの素肌の中に消えてしまったようなカバー力という言葉がぴったりなくらい自然ですよね。目の下の広範囲もブラシで薄く塗ってあげるとこんな感じでしっかりとカバーしつつ重たさも出ないですが、パサパサになってしまうという感じではないですが、ディオールと比較するとクリーミーなタイプのコンシーラーというわけではないので、目の下などの皮膚が薄い部分の乾燥が気になるという方には、広範囲に使用するときには少し気になるかもしれません。なるべくピンポイントの部分のカバー目的で使用したり、広範囲に使う場合はしっとりとしたタイプの下地やファンデーションと組み合わせた方が安心して使えるかなと思います。仕上がりとしてはこちらもツヤすぎずマットすぎず、まるで素肌のような自然な仕上がりです。カラーはこちらも標準色を使用していますが、ディオールと比較すると少し黄みがあってカラーもだいぶ明るめですよね。はい、まずはディオールとアディクションのコンシーラーを比較してみました。どちらもハイカバーなのにコンシーラーを塗った感のない自然な仕上がりというところはとても似ていますが、ディオールはクリーミーで少し重さのあるテクスチャーが肌にスッと馴染んでくれるので、気になる部分のカバーはもちろん目の下などの広範囲にも使いやすいタイプでした。仕上がりもツヤすぎずマットすぎず、肌全体につるんとした程よいツヤが乗る仕上がりです。反対にアディクションはカバー力の高いディオールよりもさらにカバー力が高くて、少量でもしっかりとカバーしてくれるところが大きな魅力でした。これだけカバー力が高いのに素肌そのもののような仕上がりなので、ファンデーションのイメージを変えずにしっかりカバーしたいという方はもちろん、下地とこちらのコンシーラーのみでメイクしている感はないけどきちんとカバーしたいという方にもとてもおすすめです。ディオールは気になる部分のカバー用にはもちろん、目の下などの広範囲にもマルチに使えるタイプ。アディクションは高いカバー力で気になる部分のカバーに向いているタイプで、
目の下などの広範囲には少し肌質を選ぶかなという印象でした。では続いてこちら側にディオールのコンシーラーを残している状態なので、反対側には2月に発売されて、こちらもディオールのコンシーラーとの比較のリクエストをたくさんいただいたジバンシーのコンシーラーを塗ってみたいと思います。まずはニキビ跡の部分カバーしていきます。ジバンシーのコンシーラーはこんな感じで、映像でもわかるようにかなりみずみずしくて伸ばしやすいテクスチャーなので、全くカバーしないというわけではないですが、カバー力はかなりナチュラルなタイプです。はい、まずはジバンシー、気になる部分のカバーに使用してみました。大まかな赤みや色ムラはちゃんとカバーしてくれていますが、やはりカバー力がかなり高いディオールや先ほどのアディクションと比較すると、カバー力は少し抑えめな印象です。では続いて目の下の広範囲に塗ってみます。こちらはかなりみずみずしいテクスチャーなので、チップから直接出して伸ばしていきます。こんな感じでみずみずしくて伸びがいいので、目の下などの皮膚が薄い部分の乾燥が気になる肌タイプの方にもかなり使いやすいです。そしてこちらのコンシーラーは何といってもこのツヤがものすごく綺麗ですよね。はい、こちら側半分にジバンシーのコンシーラーを目の下の広範囲とカバーしたい場所に塗ってみました。まずこちらのジバンシーの大きな特徴といえば、このみずみずしい綺麗なツヤ感です。近くで見てもこんな感じで、スキンケア成分高配合ということで、かなりみずみずしくて伸びがいいタイプなので、コンシーラーが溜まってしまうということもなく、スルスルと綺麗に伸びてくれて、乾燥肌の方にも安心して目の下などの広範囲に使えるタイプです。ツヤ出しとしてもおすすめなくらいかなりツヤが綺麗です。ただ、赤みやニキビ跡などのカバー力は抑えめなので、ピンポイントの部分のカバー用というよりは、目の下のカバーや明るさ出し、ツヤ出しとして使うのがおすすめです。そしてカラーについては、標準色だとかなり落ち着いているらしく、私は一つ明るい120の N というカラーを使用していますが、一つ明るいカラーで他のブランドの標準色と大体同じくらいのイメージで使えるので、いつもよりも少し明るめのカラーを選んだ方が安心だと思います。それでは最後、こちら側ディオールで、反対側に2月に発売されたシャネルのルブランコンシーラーを比較していきます。まずはニキビ跡のカバーです。こちらは今回ご紹介している中で唯一のスティックタイプなので、カバーしたい部分に直接塗って、指でトントンとぼかしていきます。スティックタイプのコンシーラーは比較的ハイカバーなタイプが多いですが、こちらのコンシーラーはツヤがとても綺麗なのとしっとりとしているタイプなので、こんな感じで先ほど比較したジバンシーよりも少しカバー力が高いくらいで、意外とナチュラルなカバー力です。はい、カバーに使うとこんな感じです。こちらもある程度の赤みやニキビ跡はカバーしてくれますが、やはりディオールほどのハイカバーという感じではないので、大きいニキビ跡などの気になる部分を完全にカバーするということではなかったです。続いて目の下に塗っていきます。目の下にも直接スティックで塗って指でぼかしていきます。スティックコンシーラーは使いやすいところもポイントが高いですよね。質感としてはこんな感じで、ある程度の膜感もあって肌にピタッと密着しますが、かなりしっとりとしているので、こちらも目の下などの乾燥が気になる部分にもかなり使いやすいです。そしてこちらも先ほどのジバンシーと同様、ツヤがかなり綺麗です。はい、こちら側にシャネルのコンシーラーを目の下の広範囲と気になる部分のカバーに使用しました。
ルブランという美白シリーズから発売されているアイテムなので、透明感のある内側から発光したようなツヤがかなり綺麗ですよね。スティックタイプのコンシーラーは硬くてハイカバーなアイテムが多いというイメージですが、こちらのコンシーラーは滑らかで膜感があってつるんとしたテクスチャーなので、乾燥が気になる方でもスティックから直接塗っても滑らかに綺麗に伸び広がってくれるので、とても使いやすいと思います。ただこのツヤと発光感がある分、若干毛穴が目立つ感じもするので、気になる方は毛穴カバー効果があるタイプの下地と組み合わせたり、パウダーファンデーションなどで肌を磨いて毛穴をパウダーで埋めてから重ねるととても綺麗な仕上がりでした。その分パウダーの上から重ねても汚くなる感じはしなかったので、お直し用として持ち運ぶのにもとても向いていると思います。そしてカラーは B の10番という標準色よりも一つ明るめのカラーを使用していますが、だいたい他のブランドの標準色と同じくらいな印象だったので、こちらのシャネルのコンシーラーも通常よりも一つ明るめのカラーを選んでも使いやすいんじゃないかなと思いました。はい、ではこんな感じで3月17日にリニューアルをして話題になっているディオールのフォーエバースキンコレクトコンシーラーをコメント欄でたくさんのリクエストをいただきましたアディクション、ジバンシー、そしてシャネルのコンシーラーと比較していきました。今回の4つのコンシーラーをまとめると、まずカバー力が高いのはディオールとアディクションで、2つともかなりハイカバーなタイプで気になる赤みや色ムラもしっかりとカバーしてくれました。その中でも特にアディクションは少量でもしっかりと気になる部分をカバーしてくれたので、今回ご紹介した4つの中で一番カバー力が高いコンシーラーでした。気になる部分のカバー用コンシーラーが欲しいという方はアディクションがおすすめで、カバーもしつつ目の下などの広範囲にもマルチに使えるコンシーラーが欲しいという方はディオールがおすすめです。そしてナチュラルでツヤ感が綺麗だったのはジバンシーとシャネルで、ジバンシーはスキンケア成分高配合のみずみずしく伸びの良いテクスチャー、シャネルはスティックタイプのコンシーラーですが、パサつくこともなく滑らかでつるんとしたテクスチャーでした。どちらもツヤがかなり綺麗ですが、みずみずしいツヤ肌仕上がりにしたい方はジバンシーがおすすめで、発光感のあるつるんとしたツヤに仕上げたい方はシャネルがおすすめです。こちらの2つは目の下などの広範囲に塗る場合や明るさ出しやツヤ出しにおすすめなコンシーラーでした。ぜひお悩みに合わせて自分にぴったりのコンシーラーを見つけてみてくださいね。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。